はい、皆さんおはようございます。ジョイゼロさんです。これからですね、大和町にできた、オートバイ神社、大和町なんとかかんとかオートバイ神社、名前忘れた、道の駅通潤橋にできてるんですけれども、もともとなんかの神社だったらしいんですけどね、そこをオートバイ神社にしたっぽくて、そこに行きたいと思います。ちょっとですね、ズルをして、無料区間の、九州中央道を乗っていきたいと思います。よいしょ。はい、通潤橋インター降りまして、そのまま道の駅通潤橋への入り口ですね、こちら入っていきます。このなんかループのこっち側、あそこ上り出てますね。あそこにあるって見たんですけども、どこだ、あれだ、ちらっとあった。ちょっと後で行きましょう。とりあえずバイクを置いて、はい、ということで道の駅通潤橋ですね、こちらから、左の方向かったとこ、あそこですね。あそこになんか小さいお堂がありますけれども、こちらが、道の駅通潤橋の中にある大和町オートバイ神社と思われます。なんか絵馬とかをですね、道の駅通潤橋で売ってるらしいので、間違いなくあれでしょう。なんか絵馬飾ってありますね。なんかチャッチーな。実はですね、Google マップでは天神堂って書いてあって、多分もともと別のお堂だったろうと思うんですよね。でそれを多分道の駅が、できたということでオートバイ神社にしたんじゃねえかなと思います。ちょっとした天神堂自体もひょっとして後付けかこれ。でも書いてありますね。天神とは、天を治める神、菅原道真公の祀った神、中に入って自由にお参りください。片平部落。部落でやってるってことはでも前からあったんだな。交通安全ということで絵馬もありますね。お参りどうするんだろう。中でできるのかしら。いける。お賽銭箱ある。バイクとかも飾ってありますね、一応。はい、道の駅通潤橋、そして、大和町オートバイ神社でした。これからですね、218号線で、走っていくんですけれども、ちょっとですね、朝ごはんを食べていきたいと思います。この後、カフェ218で、大盛りご飯を食べるので、軽めにですね、おにぎり1個ぐらいで朝ごはん済ませようと思います。よいしょ。はい、腹ごしらえも終わりましたんで走っていきたいと思います。いや218号線久しぶりですね。楽しみですね。もうほんと好きなんでですね、この道ぜひとも、皆さんにも走っていただきたいと思います。はい、大森食堂カフェ218さんですね。後で来ます。まだ9時前なんでオープンまで2時間以上あるんですね。いろいろ回ってから戻ってこようと思います。とりあえず次は偽本神社ですね。その後は蘇陽峡の展望台行ってからですね。はい、こちらの交差点からですね、国道218号線をそれて、そよ風パーク、道の駅そよ風パークですねの方に行きます。熊本県道151号線ですかね。でこの先に、偽本神社というところがあると。結構雰囲気のいい神社らしいんでですね、ちょっと楽しみですね。そこの伝承とかは全く調べてないんでですね、ちょっといろいろそういうのが知れるものがあったらいいですね。あれメガソーラーなんかすんごい変なとこに作ってんな。あれいいのかなんかちょっと雨降ったら崩れそうだけど、あれぐらいで効果出んのかしら。はい、バンバン登ってきました。熊本県道151から、国道265号線に乗って、でまた熊本県道141号線だったかなに乗って、この先から左と、だいぶ入り組んでるとこにあるな。
いや、まあ国道からはまだちょっとしか外れてないんですけどね。これはなんだろう、観光地では絶対なさそうな気がするな。どっから、お、変則鳩発見。これちょっと写真撮ってこう。変則鳩標識。鳩標識好きの私としてはちょっと撮ってこう。で、こっから左なんだよね。でもまあちょっとその前に写真撮ってこう。変則鳩標識。はい、鳩標識写真撮ったのでこう入っていきます。あ、偽元六地蔵って書いてありますね。こんにちは、すいませんねはい、というわけで行きましょう。偽元神社。はい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 。左ってこっちってことね。続いて左方向ってことはこれのことか。これ、おお、びっくりした。ここかよ。この先目的地。あ、これだ。おお、すげえ。なんかこんな山の中にすごい綺麗な神社がある。はい、偽元神社着きました。こんな山の中にあるんですね。すごいしっかりした神社ですね。あ、鳥はあっちだったんだ。気づかなかったな。ちょっとですね、遊園とかはちょっとわかんないですけれども、すげえ大事にされてた神社なんでしょうね。ガランガランはないか。はい、偽元神社でした。いや、雰囲気ある神社という風な口コミあったんですけど、本当にありますね。ここはちょっとなんか本当に本格的になんか遊園を知りたい感じがしますね。かなり古い神社ですし、しかも大事にされてる感があるので、何の神様なんだろうな、それすらも知らないんだよな。あ、竹が辰の命だということはやっぱり阿蘇大明神だな。この辺は阿蘇大明神がこう赴任してきて阿蘇に入るときに結構この辺にですね通って神話を残してるんですね。この辺に通ってるから、だからその絡みの神社なんでしょうね。はい、次はですね、ちょっと蘇陽峡に行きたいと思います。蘇陽峡の展望所、昔なんか行ったことがあるようなないようなっていう感じだったので、ちょっと行きたいと思います。車上がってきませんように、マジで。まあ、これだけ狭いと普通上がってこないと思うんだけど、いっぺん軽が上がってくるのを見たことがある。頼む、来んないでくれ。